今 LVMH が熱い。 LVMH モエヘネシー・ルイ・ヴィトングループ。先日 LVMH ウォッチウィーク2025が開催されまして、それで新作見ていたら LVMH 勢いがあるなぁと感じたんですよね。そこで今回は LVMH グループの時計について喋っていきたいと思います。でですね、LVMH の時計といったら、まずはルイ・ヴィトンに触れていかなければいけないと思いまして、というのも数年前までルイ・ヴィトンの時計ってそんなにメジャーではなかったですよね。まあもともとはカバン屋さんなんで、時計はそんなにメインどころではないと思うんですけど、ところがですね、最近以前と比べて確実に注目度が高まってるんですよ。でこれ間違いなく2023年の新作タンブールが良かったからなんですよね。このモデル、いわゆるラグスポ的な時計で、タンブールってフランス語で太鼓という意味なんですけど、太鼓っぽいフォルムを継承しながらモダンなデザインの時計に仕上がっているんですよね。前に軽く触れたことがあるんですが、なんとなくバシュロンの56に似ていて、程よいカジュアル感で絶妙なところをついているなと思います。それからムーブメントも自社製のマイクロローター式の自動巻きムーブメントが積まれていて、この辺も力が入っているなと感じますね。それから去年はエスカルが登場しまして、これでタンブールと合わせてベーシックなドレスウォッチとスポーツウォッチがラインナップされた形になっています。でこういうモデルが去年、一昨年と登場したと。ルイ・ヴィトンが時計好きの金銭に触れるようなモデルを出してきているんですけど、じゃあその要因がどこにあるのか。一つは明らかに LVMH が時計に注力してきているっていうところだと思うんですよね。 LVMH の創業者で会長のベルナール・アルノーさん、そのアルノーさんの四男ジャン・アルノーさんが2022年にルイ・ヴィトンのウォッチ部門ディレクターに就任しまして、このことはルイ・ヴィトンにとって時計部門を重要視していることに他ならないだろうと。でそれだけではなくて、三男のフレデリック・アルノーさんが LVMH グループの時計部門の責任者になっていまして、ウブロ、ゼニス、タグ・ホイヤーを統括しているそうで、グループ内での時計の重要性が高いことが伺えますね。ちなみにジャン・アルノーさんに関しては腕時計ガチ勢らしくて、確かにその影響はあるなと思っていて、新しく登場した時計を見ると時計好きに受けそうだし、時計好きが作ったモデルだっていうのも納得ですね。それでもう一つ要因があるんですけど、ラ・ファブリック・デュタン・ルイ・ヴィトンなんですよね。ムーブメント製造会社のラ・ファブリック・デュタンを2011年に買収したことが、こういうモデルを作る基盤にあります。先ほど登場したムーブメントもル・セルクル・デ・オルロジェと共同で開発・設計したものだそうで、今のルイ・ヴィトンの時計はラ・ファブリック・デュタンなくしては語れないといった感じですね。ちょっと一昨年くらいからのルイ・ヴィトンの時計の話になっていたので、今年の新作に軽く触れますと、ここまでタンブールとエスカルのシンプルなモデルが出てきたので、いよいよタンブールに複雑機構を積んだモデルがいろいろと出てきましたね。タンブール、太鼓、スピンタイム、ジャンピングアワーのキューブで時間を示していて、複雑なんですけどおしゃれな感じがしますね。あとはタンブールオートマティックコンバージェンス、時計の上部に時間を表示するっていうモデルで、これはハイブラ系の時計にありそうなやつだなぁなんて思ってしまいましたね。ルイ・ヴィトンに関してはこんなところなんですが、 LVMH グループの時計を語るっていうことだったので、別のブランドにも触れていきたいと思います。でやっぱり注目はジェラルド・ジェンタとダニエル・ロートですね。この2つはもともとはブルガリ傘下だったんですが、去年 LVMH 傘下で本格的に復活しましたね。ジェラルド・ジェンタは皆さんよくご存知だと思いますが、ロイヤルオークとかノーチラスとか数多くの傑作腕時計をデザインした方で、今のラグスポブームを作り上げた人と言っても過言ではないですね。でブランドとしてのジェラルド・ジェンタの時計といえば、ディズニーのキャラクターの時計を思い浮かべる方が多いんじゃないかと思うわけですが、去年のブランド復活の際にジェラルド・ジェンタミニッツリピータージャンピングアワーレトログラードミニッツオンリーウォッチ2023エディションというモデルが発表されました。これがミッキーが手で時間を示してくれるレトログラード式の時計で、ブランドとしてのジェンタといったらこれって感じですね。そして今年はこれ、えぐいのが来ましたね。ジェンティッシマウルサンファイヤーオパール。ウルサンはフランス語でウニらしいんですが、ウニ
何を模したオレンジのボツボツが強烈なインパクトですね。さすが伝説的なデザイナーの名前を冠しているだけあって、なかなかすごいデザインのモデル出してきたなと思っちゃいました。それからダニエル・ロートの方なんですけど、ダニエル・ロートは照明参加だった当時のブレゲを復興させた立役者として知られていますね。で、今年ダニエル・ロートからは実にシンプルな2新モデルが出ました。これダイヤルもケースもっていうかデザインがザ・ダニエル・ロートって感じで、まずダイヤル、ダニエル・ロートってこういうイメージですよね。ブレゲの復興に尽力された方なので、業者のダイヤルとかローマンインデックスとかどことなくブレゲの香りが漂っています。これが上品で好きですね。それからこのケースのフォルム、楕円って言えばいいんですかね。珍しいですよね。ダニエル・ロートといえばこのケースで、このケースの形だとどんなムーブメントが入ってるのか気になるじゃないですか。見たらですね、ちゃんとケースの形に合った手巻きのムーブメントが入っていまして、これはポイント高いですね。それでジェラルド・ジェンタとダニエル・ロートの時計を見てみて思ったんですけど、いずれも時計業界のビッグネームを冠したブランドで、新作も面白いんですが、すごい対照的というか、それぞれの色がはっきりしていて、ジェラルド・ジェンタの方はデザイン推しなのかなと。もともとジェラルド・ジェンタが時計のデザイナーっていうのもあって、デザインの推しが強いですよね。一方でダニエル・ロートの方は、もちろんデザインもダニエル・ロートらしさっていうのがすごい出ているんですけど、時計自体はすごく正統派ですよね。だからこの2つのブランドの色がそれぞれあって上手に住み分けてるんだなと感じましたね。はい。ということで気になった LVMH グループの時計に触れてきましたけれども、最後にちょっと思うところを話して終わりたいと思います。時計界の3大コングロマリットってありますよね。スウォッチグループ、リシュモングループ、それから LVMH グループ。この3つを比べると時計に限って言えばLVMH がちょっと弱い感じがするんですよね。時計専業ブランドが少ないっていうのもあるんですけど、5大時計ブランド、スウォッチグループにはブレゲが、リシュモングループにはバシュロンとランゲがありますけど、LVMH グループにはないんですよね。そのあたりからも LVMH グループの弱さを感じますけど、さっき紹介しましたけど、去年ジェラルド・ジェンタとダニエル・ロートを復活させてたじゃないですか。完全に時計部門をでかくしようと、そういう意図が見られますよね。しかも初っ端に投入してきたモデルがミニッツリピーターとかトゥールビヨンとかめちゃくちゃ複雑なモデル。そして今年は機能自体はシンプルなんですけど、デザインなり作りなりが本格派のモデルで、価格帯を見てもえぐいことになっている。位置づけ的には LVMH グループの中でもハイエンドになってくると思いますが、そういう高価格帯の時計を既存のブランドではなく新規のブランド、まあ復活ではありますが、そういうところから出していくっていうのは非常に気合が入っている感じがしますね。だから LVMH が熱いって今回取り上げたかったのはそういうところがあるからなんですよね。まあ LVMH グループが時計に本格的に参入してからまだ20年くらいしか経ってないですし、ましてやジェラルド・ジェンタもダニエル・ロートも始まったばかりなので、これからというところですが、でも逆に伸びしろがすごいありそうに感じるので、今後ますます注目したいですね。はい。ということで LVMH の時計の話をしてみました。今後が気になるというところで今回はこの辺で終わりたいと思います。それではみんなあったかくして寝ろよ。いやー、ショート動画の尺が少し前から3分までできるようになりましてね、ちょっと長めのショート動画を連投してみましたけれども、まあ連投といっても切り抜き的なやつが多かったんですが、それ作ってて思ったことがあって、最近だと10分くらいの動画を作ることが多いんですけど、ダイジェストにしちゃえばだいたい言いたいことを3分以内に収まっちゃうんですよね。じゃあ残りの7分は何なんだっていう話になってきちゃうんですが、これはひとえに私の構成力といいますか、3分で終わる内容を3倍くらいに薄められる力ですね。いやー、それもそうなんですが、ショート動画、今まで横動画ではできないようなネタ系の動画を投稿したりして、一応住み分け的なこともやってはいたんですけど、どういう風に使ってみようかなと思っていろいろ模索したりしています。なのでちょっと迷走気味なことやってますけど、付き合ってもらえたら嬉しいです。それではまた。